チェンバーボーン。完全緑地化の妨げとなっていた汚水のシミをなくすため汚水の源の改修工事に勤しんだ我らがビーバー。若干のバッテリー不足を感じたので思い切ってがっつりバッテリーの工事を開始。さあ気張って仕上げに入るぞー。で汚水機明け初日、進捗状況はこんな感じでございまーす。今回から動作が遅くなるので画質はフル HD となっております。体感少し快適にはなったかなくらいです。多分 CPU のパワー不足だな。前回よくわからんけど汚染されてた水生農家さんの池は、無事除染が終わりました。農家再稼働の勢い余って自動制御してる放水場も停止。これがビーバー脳だ。ゲームプレイ950時間にてシフトキーを押しながら範囲削除すると警告が出ないことを知ったのず。おっと待てそこはまだ使ってる。危ない危ない。板の在庫が残り60枚程度になっちゃったので、一時的に歯車の生産ラインを止めるため自動化設定を調整。水道橋のバッテリー増築改修工事が完了したぞー。これだけあれば重力バッテリーさんが陥落することはもうないぜ。盛大に音を鳴らしてお祝いだー。しょっぼまあ建設に使った足場壊しただけなんで。さてお次は汚水関連の再構築と参りましょうか。ここ微妙に汚水が染み出てるんだよな。現在の汚水の備蓄はわずか22、汚水ポンプも追加して生産量も上げるぞー。しばらく爆薬生産できなくなっちまうが一旦全部取り壊して再建設だ。ではまずは汚水防壁の再設置と片付けからよろ。今は板不足だ、1枚残らずかき集めろー。ビーバー、ずらー。翌日には大体綺麗になりました。板の在庫も1600まで回復した。汚水貯水槽の上はこんな感じでおなしゃーす。ポンプのノズルが2マスしかないので自動化で温暖な気候な時だけ動くように制御予定。換気に稼働させるポンプは別途設置するけど、汚水の染み対策をするスペース確保のため整地するぞー。ビーバー、ずらー。深夜にハッパー、さすがは我が精鋭、即日準備ご苦労。そして波打ちながら貯水槽の汚水が流入、漏れ出しそうでちょっと怖いぜ。奥側も設計してあとは完成待ちだね。熟練の建設作業員たちがものすごい速さで建設作業を進める。しかしそんな中なぜかまた水生農家さんの池が汚水まみれになり、体調不良を起こしてしまった。工事の途中で漏れたのかな？すまんじゃびら、病気覚悟でそこ撤去して、汚染濃度調べるから。なおじゃびらは病気にならずに帰れました。汚水漏れの原因かもしれない水路の部分も、念のため埋め立てて平坦化しましょ。まあ普通に道としても使うしな。汚水濃度を調べる水流計が完成したけど汚水濃度はもう 2% まで減ってました。前回水全部抜いて除染したのに、急激に汚染濃度が上がった理由は結局わからずじまい。まあいい機会だし汚水機の汚水を分離して、流せる仕組みを考えるぞー。試しに汚水機の時だけ開閉する仕組みにして、汚水の貯水槽までの下水システム構築に取り掛かった。作物は実ってないが関係ねえ、刈り取っちまえ。せっかく植え直したのに報われない水生農家さん。よいしょ、汚水ポンプ施設はあとちょっとで完成だね。隙間空いてても透水側が少し汚染させられた件。朝になり湧き水の汚水排水口工事を開始。地下にすることで汚染のシミを出さない工法を模索中。汚水の貯水槽までトンネルで繋ぐつもり。トンネル開通時に逆流しないように堤防を前もって準備。高骨の栽培面積が狭くなっちゃうので、初期の栗農園を撤去してここも池に回収します。初期の上を救ってくれた栗よ、ありがとうそしてさようなら。夜中にこっそりなんやかんや汚染されちゃった川を放水して除染。安定の隠蔽体質、つか夜だと見づれー。まあこんな感じで結構汚染されてたよ。ギリ病気になりそうな色だな。なおがっつり放水してもご覧の通りメインの貯水湖はびくともしておりません。水位が高いから前に緑地化失敗してた角も綺麗に緑化してるぜ。汚水ポンプ施設、増設観光だ枯渇寸前だった汚水の備蓄もこれで安心だ。てかもう汚水タンク満水でございます。いや自動化の設定はミスってなかったんだけど、回路のリセット押すの忘れてて建設中ずっとフル稼働だったんだよ。自動でいっぱいになったら止まって一定数減ったら再稼働システム、コピペで作ると陥るわな。で下水道工事をしたいけど次が汚水機だと工事中やばいので、細かい気になるところを修正して時間を潰しております。細かい修正入りまーす。まあこの手の工事だと1日も潰せないけどね。ライクビーバーはおよそ200匹、4割くらいが建設してそりゃそうだわ。水生農家拡張ハッパー。ちょびっとだけ生産量増えるかな？
岸には保養地作ろうと思ってたんだけど一マスずれてた。ごめん埋め直して。二度手間。新しい湧き水制御は貯水バルブ使おうかと思ったけど、これオンとオフで推進調整できないじゃん。自動化を謳歌するとちゃんとオンオフが出るが、ビーバー脳なので勘違いしている様子。さて次の災害が寒気か汚水期かわからない、様子見の間にこの実績の解除にチャレンジしましょ。甘党、1日で1000個のメープルペストリーを食べる。公式ウィキ翻訳だと他の食べ物は一切持っちゃダメそう。地味にむずい。てなわけで食品倉庫の整理を開始。かなり絵面が地味で面倒なやつ。当分パンも作る必要がないのでレシピ変更を。てか前回から少しずつ増産してたから、すでにメープルペストリー1500あるけどな。で他の食べ物は一旦こっちに倉庫作って移動させて、倉庫を破壊して野ざらしにして保管できない状況にするつもり。瓦礫は在庫にカウントされない算段。すでに入ってる倉庫壊せばええやん、って思われるかもですがジップラインとか上にあるんで。立体農場の職員さんが家帰れなくなっちゃう。てな感じで未調理食材以外を全部運ぶぞー。どこに保管してるか忘れてるビーバー脳、うまく実績を解除できるかな？物資の搬出作業だけだと大工さんが暇なので、意味なく平坦化作業させときましょ。デコボコが減るだけの作業。作ったそばから食べられちゃうのでパンや増しまーし。十分な在庫がないと実績解除後の飢餓が怖いぜ。倉庫の一覧を出して念入りにチェック中。実績チャレンジはワンチャンのみ、失敗したら世界が終わるレベルの被害が出る、かもしれん。お前、暇そうやなー。仕事が少ないんだから仕方ないだろ、つついてなじってやるなよ。じゃ貯水庫周りが人工的すぎてダサいから、少し景観の調整をよろしく。壁と繋がれば緑地範囲も少し広がるぜ。汚水ポンプ施設をかっこよくしようと、こんなものを設計してみました。が、これはかっこいいのだろうか。だってせっかく頑張って設計したのに、汚水ポンプが隠れてる方がなんかだせよ。しゃあない花火の増設でもさせときましょ。まあこの程度だと即日終わりそう。こんな感じになりそうろー。花火の数が倍増、よってお前が設定する数も倍増だ。自動化に打ち上げ高さの計算。地道に頑張れ。実績解除のため、臨時倉庫に次々に物資が運び込まれております。賞味期限切れてそうな不人気食品ベリーも山積みされてるぜ。汚水ポンプの改善で大量の爆薬の在庫でいっぱいだ。いい機会だから下流の湖の底下げ工事をするぞー。基本ビーバーたちにサボる余裕を与えない、これがうちのレイムさんだ。さあ仕事に飢えた愛らしい我が獣たちよ、キリキリ働くのだー。ビーバー、ずらー。おっと池の高さに対して水門が一マス分低いじゃないか。これもついでに作り直しましょ。これで一マス分多く貯水できるね。しかしその結果は、汚水期明け13日になるも次の災害の警告なし。湧き水の工事を換気中に行う予定なので工事が止まっております。作り直した水門湧き水の高さより高いじゃん。これじゃ湧き水止まっちゃうよ。愚か。畜生。悪いのは考えなしのお前だろ。おい、画面をぐるぐるするんじゃねえ。もう一度作り直してください。二度手間、湧き水より高いところは緑地化の妨げになるのでここも一段低くしましょ。ちょうど丸太も余ってるし植林場いじるにはいいタイミングだ。14日目になり念願の換気警告。よし汚水は出てこない、湧き水の下水工事再開だぜ。はっぱー。そして流れ込んでくる綺麗な水。この方法ダメかもしんね。湧き水の水源は正直やりづらいな。そして水門の設計途中に気づいてしまう。貯水バルブ、お前本気出せばオンオフ設定できたのかと。気づくの、おせー。気づいちまったもんはしゃあない、バルブで作り直すか。こんな感じで汚水器だけバルブが開いて、下水に流れる仕組みでございます。流すより水圧で封じ込めた方がいい気もする。もう設計段階で間違ってるかもしれん。トリマこんな感じでやってみて汚水がどんな風に染みるか試してみるよ。汚水ぎっちりの下水は上に染み出たりするかな？さあ湧き水の汚水にやられた水生農家さんの仇、完璧に回収して汚染被害を根絶するのだー。親方ヒププーくんが立ち往生してまーす。何やってんだヒププー、ヒップにプーキック食らわすぞ。救出のためだ仕方ない、バルブを解体しろ。急に足元のバルブを破壊されたヒププー、ぬるっと隣のバルブに移動。お前はい、今度は足場に移動しました。もう、あんたわざとやってるでしょ。お、消えた。てかこの部分足場なくても建設できたのか。地形ブロックだから足場なくても隣のブロックと繋がって、構造上問題なかったようだ。
こうしてハマったもののちょっとした知見が得られました。その日の夜、ヒププー、お前まだ帰ってなかったんかーい。左下の立ち往生警告が消えないと思ったらまだいたのか。レイヤー表示を低くしていたため、見落としていた模様。救出作業は明日だ。一晩そこで反省せい。やっはー、大規模葉っぱで憂さ晴らしだー。久しぶりの大規模葉っぱに興奮する葉っぱジャンキー。しかし規模がでかすぎでラグっております。まあ綺麗に整地できたからよしで。いやここミスってんぞ。塚奥の起爆も忘れて。おい無言で起爆してごまかそうとすんな。塚まだ奥に残ってんぞ。これが残念なビーバー脳だ。簡単に作れそうだったので下流の湧き水を整備、汚水器だけマップ外に汚水を垂れ流しにする予定。マップ端だからこれは簡単そう。マップ端っこがちょびっと緑地化できてなかったので盛り土で調整。ここの湧き水いつも水没しててもったいないからそのうち有効活用したいね。自動ポンプで組み上げれば有効活用できそうだが、建設コストに見合う効果あるかと言われると微妙。トリマここも汚水器対策だけやれそうならやっときましょ。下流の貯水湖の整備が終わり水位が一マス上がることになったので、水没すると思われる土砂採掘機を撤去。土砂在庫がなくなる前にこれも再建しないとだな。さあ換気が始まるぞ。最後の締めに甘党の実績を解除チャレンジだー。倉庫の食べ物を全部野外にぶちまけろ。今夜はメープルペストリー以外食すことを禁止だ。すべての倉庫を確認して脱法食品がないか監査だ。メープルペストリー以外を所持している者は逮捕だ。警部、キングスのやつが脱法ベリーを運んでます。どういうことだ。ベリーを保管できる倉庫はどこにもないはずだぞ。追跡しろ。マルタイの職業は建設作業員。どうやら職場に物を隠すつもりだ。作業小屋に入ったぞ。ああ、所持してたベリーがありません。小屋内にベリー発見、違法所持確定だ。おらー、ベリー警察だ。違法ベリーは全回収だー。違法にベリーが308個保管されてしまい実績解除失敗の危機。違法ベリー所持違反は許さん。即時営業停止処分だ。営業停止処分といって建物ごとぶち壊す。これがクレイジーケイブレイムさんだ。ミスると明日食べるメープルペストリー足りないかもだし、ここは徹底的にやらせてもらうよ。あと4個が見つからない。頑張って足を使って探すしかなし。そしてちまちま仕事場一覧から探し、やっと最後の4個の違法ベリーを発見。デストローイ。こうして全てのベリーが消滅した。かに見えたがベリーのアイコンは消えず、意味不明な搬入38の文字が残った。ぐぬぬ、どこかで脱法ベリーを密売してる奴がいる。歓喜が来るぞー。そしてこの状態で夜が明け歓喜到来。甘党の実績はどうなった？ダメでした。糸かなし。監査強化だ。建設作業員及び食品生産者は、全部営業停止だー。メープルペストリーの在庫は2000、本気で作れば1日くらいは耐えれるか？もったいないけど瓦礫になってる食品も念のため処分だ。食品だけ選んで処分とかはできないので、丸太や板なんかもまとめて異空間へ消し飛ばした。畜生。葉っぱでストレス解消する危ないでか。これでダメだったらクリアいてしのいでまた今度チャレンジしなきゃだよ。脱法ベリーの所在は結局わからずなので、罠を張ることにしました。罠？小さい倉庫を建ててそこで取引させて現場でとっ捕まえるよ。なお、建設作業員は全員営業停止処分中なので、町の中心の担当が建設します。で建設完成した時にはメープルペストリーの在庫が1000切っちゃったけん。終わった。と思ったらなんか知らんが甘党の実績解除されたもしかしたら条件の1日の終わりにって文言、定時時間を指してたのかも。細かいことはわからん。だがとりあえず実績解除成功だやったぜ。ではとばっちりで営業停止処分を食らわされた農家さんたちの営業を再開させつつ今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。元気の源です。汚水ポンプ施設の改修工事をしつつ、甘党の実績解除を達成することに成功したレイム。がっつり食料を瓦礫と共に撤去しちゃったが大丈夫か？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。